2026年5月、韓国、ソウル市内の病院に、一人の女性が立っていた。彼女の名はジョンア。手の中には、古びたオルゴールが握られていた。話は遡る。2011年3月19日、深夜0時ちょうど、韓国、ソウル大学病院の集中治療室で、一人の男性が息を引き取った。モニターの波形が、一本の直線になった瞬間のことだ。担当医は静かに時刻を読み上げた。午前0時0分、ご臨終です。その言葉が、病室の空気を凍らせた。妻のジョンアは、夫の手をまだ握ったままだった。話せなかった。話したくなかった。夫のパク・ミンジュンは、交通事故から3週間後に脳死判定を受けていた。意識は戻らなかった。それでも彼女は毎日そこにいた。声をかけ続けた。手を握り続けた。そして、その夜、医師が退出した後、病室にはジョンアだけが残された。夫の体はまだそこにある。でも、もうそこにはいない。その時だった。ベッドサイドのテーブルの上に置かれていたオルゴールが、鳴り始めた。誰も触れていない。誰もそこにはいない。静寂の中に、か細い旋律が流れ出した。その曲は、夫が生前に口ずさんでいたものだった。ジョンアは体が固まった。涙も出なかった。ただ、その音を聞いていた。旋律は1分ほど続いた後、静かに止まった。また無音の病室に戻った。このオルゴールには、電池が入っていなかった。ゼンマイも、切れていた。なぜ鳴ったのか、誰にも説明できなかった。そしてそれから15年、毎年、同じ日の深夜0時ちょうどに、そのオルゴールは鳴り続けた。彼女はその度に、あの夜を思い出す。夫が言った瞬間を、旋律が流れ出したあの静けさを、なぜ鳴るのか、科学は、まだ答えを出せていない。だが、この不思議な現象が始まる前には、必ずある出来事があった。夫がなぜ、あの日あの場所にいたのか、事故の前夜、二人の間に何があったのか、次は、すべての始まりとなった。あの日以前の話をしよう。その頃、二人はごく普通の夫婦だった。夫の名は、田中誠一、享年38歳。妻の名は、田中夏美、当時35歳。東京の郊外に建てた小さな一軒家で、二人は静かに暮らしていた。誠一は建設会社に勤める。真面目な技術者だった。無口だが、笑うと目が細くなる。そんな笑顔が、夏美は好きだった。休日の朝は必ず、誠一がコーヒーを入れた豆をひく音が、キッチンに響く。それが二人の、変わらない朝の風景だった。結婚して10年が経っていた。子供はまだいなかった。でも、二人はそれでいいと思っていた。お互いがいれば、それで十分だと。あの夜まで、ずっとそう思っていた。2011年の秋、誠一が行く。前夜のことだ。その日、二人は珍しく口論になった。些細なことだった。夕食の場で、誠一が残業続きの疲れを口にした。夏美はそれを、愚痴として受け取ってしまった。また同じ話ね。そう、言ってしまったのだ。誠一は何も言わなかった。ただ箸を置いて、立ち上がった。寝室に入り、ドアを閉めた。夏美はしばらくテーブルの前に座っていた。謝ろうと思った。でも、その夜は謝れなかった。翌朝、誠一は早く出かけた。夏美はまだ布団の中にいた。玄関の音がして、静かになった。それが、最後の朝だった。午前10時過ぎ、誠一の職場から電話が入った。現場で足場が崩落したという。誠一は3階の高さから落下した。救急搬送先の病院で、医師から告げられた言葉は、重かった。脳への損傷が深刻です。意識の回復は、難しい状況です。夏美は廊下の椅子に座ったまま、動けなかった。昨夜の言葉が、頭の中で繰り返された。また同じ話ね。あの一言が、ずっと耳に残っていた。誠一は手術を受けた。長い時間が経った。やがて医師が出てきて、静かに首を振った。脳死状態です。その言葉の意味を、夏美はすぐには受け止められなかった。ただ、廊下の蛍光灯だけが、白く光り続けていた。誠一の体はまだ、暖かかった。でも、もう戻らないと、誰もが言った。あの喧嘩の夜から、まだ一日も経っていなかった。謝る時間すら、与えられなかった。そしてその後、夏美は一つの箱を受け取ることになる。誠一が、事故の前に密かに用意していた贈り物を、それが、
すべての始まりだった。次は、意識が消えゆく夫の傍らで、夏美が目撃した、あの夜の出来事へ、意識が遠ざかっていく。医師たちはそれを、脳死と呼んだ。でも夏美には、別の言葉に聞こえた。誠一が、どこかへ行こうとしている。集中治療室の空気は、冷たく、重かった。機械の音だけが、規則正しくなり続けていた。夏美は、誠一の手を握ったまま、動けなかった。その夜のことを、夏美は今でも鮮明に覚えている。午前2時を少し過ぎた頃だった。病室の照明が、一瞬だけ揺れた。ほんの、一瞬だけ、気のせいかと思った。でも、夏美の手の中で、誠一の指が、かすかに動いた。確かに、動いた。看護師を呼ぼうとした。その瞬間だった。部屋の温度が、変わった。冷たくなったのではない。むしろ、暖かくなった。冬の日の日差しのような、柔らかいぬくもりが、夏美の体を包んだ。そして夏美は、見た。見えるはずのないものを、誠一が、ベッドの上に横たわっていた。同時に、その傍らにも、立っていた。白い服を着ているわけでも、光に包まれているわけでもなかった。ただ、誠一がそこにいた。いつもの顔で、いつもの目で、夏美を、見ていた。声は、聞こえなかった。でも、伝わってきた。謝りたかった。と、ずっと、そばにいる。と、夏美は泣くこともできなかった。声を出すこともできなかった。ただ、うなずいた。それだけが、できることだった。翌朝、担当医が夏美を呼んだ。昨夜の午前2時過ぎに、脳波に異常な反応が出たと言った。脳死状態でありながら、一時的に活動が戻った。医学的には、説明が難しいと、医師は言った。夏美は、何も言わなかった。ただ、あのぬくもりのことを、思い出した。その3日後、誠一は静かに言った。最後は、穏やかな顔だった。苦しんでいる様子は、なかった。担当看護師が、小声でそう教えてくれた。葬儀の後、夏美は一つの荷物を受け取った。誠一の職場から届けられた、小さな木箱だった。事故の前日に、誠一が預けていたものだという。蓋を開けると、小さなオルゴールが入っていた。誠一の字で、一枚のメモが添えられていた。いつか、聴かせたかった曲だよ。その言葉の意味を、夏美が知るのは、もう少し後のことだった。次は、あの暗いトンネルの先で、誠一が目にしたものへ。暗闇の中に、誠一はいた。どこかも、いつかも、わからない場所だった。ただ、深くて静かな闇だけが、あった。体の感覚は、なかった。痛みも、寒さも、何も感じなかった。あるのは、ただ、存在しているという、かすかな意識だけだった。どれほど時間が経ったのか、誠一には、わからなかった。病院のベッドで、機械につながれていることも、夏美が毎日、手を握りながら話しかけていることも、この時の誠一には、何もわからなかった。ただ、闇だけがあった。その時、遠くに、光が見えた。小さな光だった。針の穴から差し込むような、細い光だった。でも、確かに、そこにあった。誠一は、その光に向かって進んだ。足があるのか、ないのか、わからなかった。ただ、引き寄せられるように、近づいていった。光は、少しずつ、大きくなっていった。トンネルのような場所だった。壁も、天井も、床も、すべてが暗い。でも、前方だけが、白く輝いていた。誠一は、歩き続けた。光に近づくほど、暖かくなっていった。懐かしい、ぬくもりだった。子供の頃に感じた、あの安心感に、似ていた。そして、光の中に、人影が見えた。誠一は、目を細めた。その人影は、ゆっくりと、こちらに近づいてきた。見覚えのある顔だった。10年以上前に亡くなった、祖母だった。祖母は、微笑んでいた。あの頃と、全く変わらない笑顔で、そこに立っていた。何も言わなかった。ただ、笑っていた。誠一は、その笑顔を見た瞬間、泣きそうになった。でも、涙は出なかった。涙を流す体が、ここにはなかった。祖母は、静かに首を横に振った。まだ、来てはいけない。そう、言っているようだった。言葉はなかった。でも、確かに、伝わってきた。誠一は、立ち止まった。光が、ゆっくりと、遠ざかり始めた。祖母の姿が、
白い光の中に溶けていった。暗闇がまた戻ってきた。でも今度は違った。さっきまでの闇とは違った。どこかから音が聞こえた。小さなメロディだった。聖一が夏美のために選んでいたあの曲だった。次は聖一が戻れなかった境界線と残されたものの側で起きた静かな奇跡へ。境界。聖一は気がついた。自分がどこかに立っていることに。足の下に地面はなかった。天井も壁もなかった。ただ広い暗闇だった。でも怖くなかった。むしろ穏やかだった。不思議なほど静かだった。さっきまであったはずの痛みが消えていた。息苦しさも重さも何もなかった。ここはどこなのだろう。聖一は思った。光が遠ざかっていた。祖母の姿はもう見えなかった。白いもやだけがかすかに残っていた。そして音が聞こえていた。小さなか細いメロディだった。聖一にはすぐにわかった。あの曲だった。夏美のために自分が選んだあの曲だった。どこから聞こえているのかわからなかった。前からでも後ろからでもなかった。すべての方向から同時に溶け込んでくるようだった。音は続いていた。一音ずつゆっくりと丁寧に鳴っていた。聖一は動けなかった。いや、どうこうとしなかった。この音をもう少し聞いていたかった。脳裏に夏美の顔が浮かんだ。結婚式の日の顔ではなかった。出会った日の顔でもなかった。ごく普通のある朝の顔だった。台所に立って味噌汁を作っていたあの朝の振り返った時、少しだけ照れたように笑ったあの顔だった。聖一の胸の中で何かが動いた。戻りたい。言葉にする前にすでに体が思っていた。でも足が動かなかった。境界線がそこにあった。見えない線だった。触れることもできなかった。でも確かにそこにあった。こちら側と向こう側、戻れるものと戻れないもの。線は冷たくなかった。むしろ暖かかった。それが余計に辛かった。音楽が続いていた。消えそうで消えなかった。細い糸のように聖一とどこかをつなぎ続けていた。聖一は目を閉じた。暗闇の中で目を閉じることに意味があるのかわからなかった。それでも閉じた夏美の声が聞こえた気がした。呼んでいるのではなかった。泣いているのでもなかった。ただそこにいた。聖一の知っているあの体温でそこにいた。音楽が最後の一音を鳴らした。静寂が戻ってきた。でも空白ではなかった。何かが満ちていた。その夜、夏美の部屋でオルゴールが鳴り止んだ時、彼女は確かに夫の気配を感じた。次は聖一が教会に立ったその同じ夜、夏美の側で静かに起きていた。もう一つの真実、静寂の中に何かが満ちていた。それは言葉にならない温かさだった。夏美はゆっくりと目を閉じた。まぶたの裏に映像が浮かんできた。まるで誰かが古いフィルムを回しているような、そんな感覚だった。最初に見えたのは聖一の笑顔だった。出会ったあの春の日、桜が散る公園で彼は少し照れながら笑っていた。不器用な笑い方だった。でもその笑顔が夏美はずっと好きだった。次に見えたのは結婚式の朝だった。聖一は緊張で手が震えていた。それでも夏美の手をしっかりと握った。離さないと小さな声で言った。あの声が今でも耳に残っている。子供が生まれた夜のことも見えた。聖一は病院の廊下で一人で泣いていた。嬉しくて怖くて、それでも幸せで、そんな複雑な涙だった。夏美はその姿を今も覚えている。日常の風景も次々と浮かんだ。朝食を一緒に食べたあの小さなテーブル、休日に二人でぼんやり眺めた川の流れ、何でもない会話、何でもない時間。でもそのどれもが今となっては眩しかった。病院での最後の日々も見えた。聖一は言葉を失っていた。それでも目だけで語っていた。夏美の手を握る力がだんだんと弱くなっていった。でも最後まで離さなかった。
あの日から15年が経っていた。15年。それは長い時間のようで、夏美には一瞬のようにも感じられた。悲しみが薄れたわけではない。ただ、悲しみの形が変わっていた。鋭い痛みが、いつしか静かなぬくもりへと変わっていた。誠一がいた証拠が、夏美の中に根を張っていた。息子の笑い方、娘の眼差し、台所に残った、誠一の好きだったレシピのメモ、全部が、彼の続きだった。オルゴールは、もう音を鳴らしていなかった。でも、夏美の胸の中では、まだ旋律が続いていた。その音は、悲しみではなかった。それは、愛の記憶が奏でる、静かな歌だった。15年間、この夜だけに鳴り響いた音楽が、夏美に伝えていたものがある。忘れるな、ということではなかった。生きろ、ということだった。共に過ごした時間を抱えたまま、前へ進め、という意味だった。夏美は、ゆっくりと目を開けた。部屋の暗さは変わらなかった。でも、空気が違った。何かが、溶けていた。そして夏美はその夜、初めて気づいた。誠一が教会に立ったあの同じ夜、彼女の側でも、静かな奇跡が起きていたことを、その夜、病院の廊下には静寂が満ちていた。深夜の病棟はいつも時間が止まったような空気をまつわっている。モニターの電子音だけが規則正しくなり続けていた。誠一が脳死判定を受けてからすでに数時間が経過していた。担当医の田中はカルテの前で深く息を吐いた。医療の限界というものを何度見てきても慣れることはなかった。その時だった。突然、モニターの数値が動いた。最初は機器の誤作動かと思った。しかし、数値は上昇し続けた。先生、見てください。看護師の声に、田中は振り返った。心拍数が、ゆっくりと、しかし確実に戻り始めていた。田中は走った。病室に飛び込んだ瞬間、信じられないものを目にした。誠一のまぶたが、わずかに動いていた。ありえない。田中はその言葉を、声に出してしまっていた。脳死判定後の自発的な回復など、医学の教科書には存在しない。しかし、目の前で起きていることは、紛れもなく現実だった。全員集合してください。今すぐ。田中の指示で、病棟中の医療スタッフが駆け集まった。それは、静かな混乱だった。誰もが信じられないという顔をしながら、それでも手を動かし続けた。誠一の体温が上がっていた。血圧が安定し始めていた。呼吸が、自発的に戻ってきていた。ある看護師は、後にこう語っている。あの夜のことは、今でも説明できません。でも、確かに見ました。奇跡というしか、言葉がありませんでした。田中も同じだった。30年以上のキャリアの中で、あのような経験は一度もなかったと、後に証言した。医学的に説明のつかない出来事というものが、確かに存在する。そのことを、田中は初めて、心の底から信じた夜だった。そして、その同じ時刻に、夏美の部屋では、オルゴールが静かに鳴り止んでいた。まるで、使命を果たしたかのように、誠一がこちら側へ戻るための扉を、音楽が開いたのかもしれない。夏美はその夜、夜明け前に病院から電話を受けた。震える手で受話器を取った彼女に、田中の声が届いた。奥様、すぐに来てください。ご主人が、戻っています。夏美の膝から、力が抜けた。涙も出なかった。ただ、胸の中心で、何かが温かく灯った。それは、15年間抱え続けてきた悲しみとは、全く違う感覚だった。あの夜から始まった変化は、夏美の人生を、静かに、しかし確実に塗り替えていくことになる。あの夜を境に、夏美の世界は変わった。劇的な変化ではなかった。ドラマのように、何かが突然輝き出したわけでもない。ただ、静かに、確実に、彼女の内側から、何かが溶け始めた。まず変わったのは、朝だった。目を覚ます瞬間が、怖くなくなった。15年間、夏美は毎朝同じ感覚で目を開いていた。夫がいない現実を、また一日受け入れなければならない。あの重さ、それが、消えていた、消えた、というより正確には、形が変わった。悲しみは悲しみのままだった。でも、その悲しみの奥に、温かい何かが宿るようになった。娘の緑が最初に気づいた。お母さん、なんか違う。そう言ったのは、あの夜から3日後のことだった。緑は当時、大学2年生だった。長い間、
母の背中を見て育ってきた娘だ。夏美がどれほど笑顔を作っていたか、誰より知っていた。怖い顔じゃなくなった。って言ったら怒る？緑はそう続けた。夏美は笑った。本当に笑えた。緑の目から涙がこぼれた。夫の義母、82歳の律子も変化を感じ取った。息子がね、ちゃんと帰ってきたんだと思う。電話口で律子はそう言った。声が穏やかだった。これまでとは違う。柔らかな声だった。律子はずっと、息子の死を受け入れられずにいた。15年間、夫の命日になると決まって体調を崩した。しかしあの年の命日だけは、律子は夜通し眠れたと言った。夏美は、すべてを話した。オルゴールのことも、田中医師の言葉も、あの自動演奏が止まった瞬間のことも、律子はしばらく黙っていた。それから、ゆっくり言った。あの子らしいわね。その一言で、夏美はすべて報われた気がした。職場でも変化は現れた。夏美は看護師として長年働いてきた。ターミナルケアの現場に立ち続けた。死に向き合う仕事を15年間続けてきた。以前は患者の死のたびに心のどこかが擦り切れた。夫を失った傷と現場の痛みが重なって息ができなくなる夜もあった。それが変わった。患者の手を握る時間が長くなった。大丈夫ですよ。という言葉が以前より深いところから出てくるようになった。同僚の村田が言った。夏美さん、何かあったんですか？なんか強くなった気がする。夏美は首を振った。強くなったんじゃなくて、怖くなくなったのかもしれない。死が怖くなくなった。それは諦めではなかった。確かめたから、だった。あの夜から、夏美の中に一つの確信が芽生えた。科学では証明できないかもしれない。言葉にすれば陳腐に聞こえるかもしれない。でも、彼女は知っていた。オルゴールが15年間、同じ夜になり続けた理由を。その確信は、やがて予想外の場所から検証されることになる。科学と冷静、この二つは長い間相入れないものとされてきた。けれども夏美が経験したことはその境界線を静かに揺さぶった。オルゴールが15年間同じ夜の同じ時刻になり続けた。電池もない、ゼンマイも動いていない。電子機器の専門家が調べた。機械的な欠陥では説明できないと言った。では何が鳴らしているのか。科学はその問いにまだ答えを持っていない。量子力学の世界では観測されるまで状態が決まらない粒子が存在する。意識が物理的な現実に影響を与えるという仮説も真剣に研究されている。死後の意識の継続を示唆するデータを集めた医療研究も21世紀に入ってから増え続けている。臨死体験を調査した研究者たちは言う。死は終わりではないかもしれない。と、それは信仰ではなく、データに基づいた問いかけだった。夏美に関わった医療スタッフの一人が、後にこう語った。脳死判定の現場にいると、命というものの不思議さを感じることがある。医学で説明できることと、できないことの間に、何かがある気がする。その言葉は、専門家としての慎重さを保ちながらも、確かな重みを持っていた。霊性とは、宗教だけの話ではない。自分を超えた何かとのつながりを感じる感覚。それは人間が太古から持ち続けてきた、最も根源的な体験だ。夏美は特定の宗教を信じているわけではなかった。ただ、彼女は知っていた。あの音が、偶然ではないということを。15回、一度も外れることなく、同じ夜に、同じ時刻に、科学が、わからない、というなら、その、わからない、の中に、何かが宿っているのかもしれない。説明できないことを、すべて否定するのは簡単だ。でも、説明できないまま受け取ることも、また一つの知性だと、夏美は思うようになっていた。夫が残したオルゴールは、今もある。15年分の音が、その小さな箱の中に刻まれている。そして夏美は、毎年その夜が来るたびに思う。彼は、何かを伝えようとしているのではないか。科学でも冷静でもなく、ただ一人の夫として、愛した人への言葉にならないメッセージとして、その答えは、次の夜明けに待っていた。その夜明けに、夏美は何も見なかった。何も聞かなかった。それでも、何かが変わった気がした。オルゴールが鳴り終わった後、部屋にはただ静寂だけが残っていた。けれどその静寂は、空虚ではなかった。満ちている、と感じた。言葉にすれば陳腐になってしまうような、
温かさが、夏美は15年間、夫の死と向き合い続けてきた。悲しみと、問いと、そして沈黙と、科学者たちは首をかしげた。専門家たちは説明を諦めた。それでも、あのオルゴールは鳴り続けた。毎年、同じ夜に、同じ時間に、バッテリーも、ゼンマイも、理由もなく、夏美が最終的にたどり着いた答えは、こうだ。説明できないことを、恐れる必要はない。私たちはどうしても、すべてに意味を求める。すべてに原因を求める。証明できないものを、信じることを恐れる。でも本当にそれでいいのだろうか。愛した人が言った後、残されたものの意味を問うとき、科学の言葉だけが、唯一の答えだろうか。夏美は思う。夫は今も、そこにいるのかもしれない。と、見えないだけで、聞こえないだけで、ただ、伝えたくて、あの小さな箱に、言葉の代わりに音を込めて、毎年一度だけ、確かめに来る。君はまだ、ここにいるか。と、そしてオルゴールが鳴るたびに、夏美は答える。声には出さなくても、心の中で、まだここにいるよ。と、それだけで十分だと、今は思える。説明できないことが、すべてを壊すわけではない。証明できないことが、すべてを嘘にするわけではない。この世界には、まだ私たちの知らないことがある。それを受け取る勇気が、きっと悲しみを超えさせる。あなたの隣にも、今日もどこかに、届かなかった言葉がある。気づいてほしい、と願っている誰かがいる。その静かな声に、どうか耳を傾けてほしい。